皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は夫婦ではなく私の母との母娘の福井旅です。福井の有名観光スポットといえば永平寺と東尋坊ですよね。私も母もまずその2つが思い浮かびました。実際母は東尋坊と永平寺にはすでに2回訪れていたほどなので、今回は東尋坊や永平寺以外の福井の観光スポットに行ってみようということでいろいろと行ってきましたよ。この動画では福井のおすすめ観光スポットをまとめているので、ぜひ最後までご覧くださいね。この旅のスタート地点は JR あわら温泉駅です。この駅に隣接して福井県のおすすめのスポットを知ることができる施設があるんですよ。それがアフレアです。案内板に沿って進んでいくと、さすが恐竜が有名なだけあって恐竜の足跡が進むべき方向を教えてくれます。それにしてもかわいい。恐竜の足跡をたどっていくとアフレアの入り口に到着です。まずはこの施設にある福井の観光名所が紹介されている福井ミュージアムへ。あわら温泉を核にあわら市の自然、歴史、文化、食や近隣の東尋坊や永平寺、恐竜博物館といった主要観光地の情報を知れるコーナーになっているんですよ。ここで福井観光の場所を決めてもいいかもしれませんね。また途中で気づいたのですが、温泉施設をイメージした作りになっているんですね。シャワーヘッドがあってよくよく見ると壁はタイルになっていますよ。また真ん中には温泉地ならではのこんなものも。桶を数秒かざすと温泉がブクブクと湧き出してくるようです。これには母も面白がっていろいろなところにかざして遊んでいました。奥にはこうしたキッズスペースなんかもあって、新幹線に乗るまでの間子供を遊ばせておくにもいいかもしれませんね。一通り福井県の観光スポットを知れたら次に向かうのが観光案内所。おすすめのサービスは荷物の一時預かりと旅館への配送サービス。荷物一つあたり500円で配送してもらえるので利用しました。さて荷物を預けて身軽になったら駅の外に出て本格的に観光スタートです。外に出てびっくり。あわら温泉駅は綺麗で素敵な駅でした。観光するためにはまずはエネルギー補給からあわら温泉駅徒歩1分の場所にあるしのぶ亭へ。目的のお店はこの信号を渡った先にあります。事前に地図で調べていましたが想像以上の近さ。こちらは越前そばや福井で採れた美味しい魚介をいただけるお店なんですよ。アラカルトもありましたがランチセットもあったのでこの中から選ぶことにしました。母はおろしそばとソースヒレカツ丼を注文。福井県はおろしそばとソースヒレカツ丼が名物だというのをお聞きして母は名物をいただくことにしましたよ。ピリッとはしているけれど程よい辛みでコシがあって食べ応えがあるそう。私はかけそばと海鮮バラちらしにしました。本当は海鮮バラちらしではなく名物の焼きそば寿司にしたかったのですが残念ながら売り切れてしまったそう。この旅行中どこかで食べられたらいいなぁと期待して楽しみにしたいと思います。そして腹ごしらえをしたら駅に戻ってタクシー乗り場へ。今度こそ
本格的に観光スタートです。あわら温泉周辺での観光にはタクシー移動がおすすめなんですよ。あわらぐるっとタクシーというサービスがあり、あわら温泉周辺の決められた観光スポットまでの片道がなんとワンコイン500円で乗せていってもらえるんです。駅前のタクシー乗り場でタクシーに乗ってこのサービスを使いたい旨を伝えます。伝え忘れないようご注意くださいね。私たちがやってきたのは金津創作の森の体験工房です。あわらぐるっとタクシーの行き先にもなっているので、目の前に乗せてきていただきました。早速ガラス工房へ。ガラス吹き体験ができるというので挑戦しようと予約しておいたのです。1人3500円で体験できます。また指定の旅館やホテルだった場合一部割引になるそうで、今回私たちが宿泊する旅館は割引対象でした。知らなかったのでなんかこういうの嬉しいですよね。さて体験ではまずこの中から好きな形を一つ選びます。私も母もボール皿を作ることに。色は基本一色ですが、数百円の追加料金で複数の色のガラス皿を作ることができます。私も母も2色にしましたよ。こうして形や色を選ぶだけですでに私も母も超楽しんでます。作る時間は1人30分から40分ほど。私も母もガラス吹き体験は初めてで、これが想像以上に楽しい時間だったんです。やっぱり一人では難しいし危ないので、スタッフのお姉さんがサポートしてくれて作っていくのですが、お姉さんの絶妙なフォローのおかげでだいぶサポートしてもらっているのに、自分で作っている感もかなり感じさせてくれて、すごい充実感があるんですよ。これはとってもおすすめです。出来上がりは2週間ほどで郵送していただけることに。さて、ガラス吹き体験が終わったらアート鑑賞をしに行きたいと思います。ここは室内での企画展と公園にある野外展があり、緑の中を歩きながらアート作品を見ることのできる美術館なんですよ。緑の中を歩きながらのアート鑑賞はとても気持ちが良かった。また木を見ていると鳥の巣箱なんかもあって、この敷地の自然と生き物も一つのアート空間なのかななんて思ったりもしました。行かれた際は自然やアートを満喫してみてくださいね。そして室内の美術館に到着です。この時の企画は岩崎貴弘さんによるもの。さすがに中の展示は撮影していませんが、母と感じたことを話しながらの鑑賞は楽しかったです。親子ですが感じ方に結構差があったりして面白いものですね。お土産ショップも美術館だけあって素敵な器やグラスなどもありました。ちょっと疲れたのでカフェ休憩したかったのですが、残念ながらこの日はお休み。美術館でアートを楽しんだら次の場所へ。この時の移動ももちろんあわらぐるっとタクシーで。タクシーはいなかったので電話して来ていただきました。15分もせずにタクシーが来てくれましたよ。
待っている間もタクシー乗り場の目の前にはアート作品が。あっという間の待ち時間でした。そしてタクシーで次に向かったのはあわら湯の町駅へ。ここの周辺に面白い横丁があるらしいのです。ちなみにこちらは越前鉄道で、先ほどの駅は JR です。まずは観光案内所でマップをもらいました。中ではお土産を売っていたり、レンタサイクルもあったりしましたよ。マップで場所を確認すると、湯煙横丁は越前鉄道あわら湯の町駅のロータリー前にありましたよ。このロータリーの周りにはちょっとした広場にもなっていて、この時は竹の飾りなんかがありました。また恐竜が発掘されていることもあり、こんな面白いベンチもありましたよ。母はここに座って写真をパシャリ。さて、肝心の湯煙横丁は残念ながらやっていませんね。ラーメン屋や串揚げ屋などがあるそうですよ。行かれた際は立ち寄ってみるのもいいかも。それではこのまま本日のお宿へ。本日のお宿はグランディア宝泉です。このホテルには露天風呂付き客室の別邸があるんですよ。今回は温泉もゆっくりのんびり堪能したかったので、こちらの別邸寿亭へ。お部屋の露天風呂も専用の大浴場も広いお部屋もお料理もとても良かったです。別動画でご紹介していますので、ご興味のある方はぜひご覧くださいね。9時前にチェックアウトしてシャトルバスに乗って駅へ。2日目のスタート地点はあわら湯の町駅。ここから電車を乗り継いで福井県立恐竜博物館へ。お得なパスがありました。窓口で恐竜博物館に行って福井駅に戻る旨を伝えると、断然お得と言われたので買うことに。後で調べたら720円もお得でした。ちなみにこの日は平日だったので電車で移動しましたが、土日祝日には駅から直通バス恐竜号が出ています。土日祝日に行かれる方はぜひ恐竜号を利用してみるのもいいかもですね。とはいえ車窓からの眺めもなかなかいいですよね。電車を乗り継いで恐竜博物館のある勝山駅に到着です。勝山駅のロータリーには恐竜のオブジェがお出迎えしてくれています。駅前には博物館へ行くバスもあります。こちらも恐竜です。さて、電車とバスを乗り継いで2時間ほどで博物館に到着。福井県は恐竜の化石が多く発掘されている場所なんですよ。この博物館では常設展や企画展、化石研究体験などがやっているんです。野外での発掘体験などもできるそうですよ。まずは常設展へ。常設展は恐竜の世界、地球の科学、生命の歴史の3つのゾーンに分かれています。私たちのメインは恐竜の世界です。ここには世界中から集めた恐竜の全身骨格が50体展示されていて、10体は実物の化石なんですって。大きくて迫力満点ですよね。
また個人的に印象的だったのはこちら。背中に腕が回った状態でミイラ化した化石です。なんか突然大きな力が加わって後ろに倒された状態で亡くなった感じでしょうか。完全に素人考えなんですけど、いろいろと推測できて少しワクワクしちゃいました。それに皮膚も残っていたので、恐竜の皮膚がどのようなものかの研究に役立つ化石だったそうです。鑑賞したら次はランチへ。博物館の中にはレストランがあるんですよ。レストランに併設してお土産ショップもありました。レストランの雰囲気はこんな感じ。席は自分で確保して券売機でチケットを購入します。メニューはこんな感じ。恐竜をモチーフにしたお料理がたくさんあります。カレーやハンバーガー、オムライスなどの王道メニューばかり。私たちが注文したのは大地の夜明けベジカレー。恐竜のモチーフが飾られていましたよ。それとティラの肉食バーガー。ティラノサウルスの焼き印もされていました。あとは福井ベナートルソーダと福井サウルスソーダも。これは大人もついつい楽しくなってしまいますね。そして食べたらお隣のグッズショップへ。母はなぜか恐竜が好きなのですが、まさかのこの量の恐竜グッズを買っていました。ちょっとこれは私的に衝撃的でしたね。こんなに恐竜が好きだったのかなって。確かにこの旅行は母が恐竜博物館に行きたいと言ったところから始まったのですが、知らなかった母の一面を知ったような気がしました。さて、腹ごしらえをしたら化石研究体験へ。こちらはティラノサウルスレックスの頭骨を組み上げる T レックス頭骨復元です。その他には CT 画像を使った観察や本物の道具を使って恐竜の歯を取り出す化石クリーニングなどができました。どれも楽しくできたのですが、やっぱり化石クリーニングは楽しかったですよ。こちらは私の化石クリーニングの様子ですが、こんな風に削っていくと骨が見えてきて、骨を削らないように丁寧に石を削っていきます。これは大人も子供も楽しめますね。こちらは平日でも人気なようで、化石研究体験をしたいという方はできるだけ早めに予約をしておくことをおすすめします。こんな感じで約5時間ほど恐竜博物館を満喫しましたよ。今回は福井県観光スポットのご紹介でした。この動画を少しでも楽しんでいただけると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。